ロビンくんの部屋。はい、皆さんお疲れ様です。はい、今回はですね、オイル交換ということで、こちらですね、AZ さんの、フォーサイクルモーターオイルということでね、ワイドレンジで、これは 0W40、こちらの方をね、入れていきたいと思います。結構ね、高級、レース用とかでも使えるようなオイルらしいんで、ちょっとね、その辺の性能を試してみたいと思います。で、こちらなんですけどね、一応このね、ノズルもね、一緒にセットでついてきてますんで、直接入れるのもね、ちょっとあれなんですけど、こういう蓋なんで、このノズルがあった方がね、入れやすいんで、便利かなと思います。あとはですね、もう当然のごとく、もう一緒にね、オイルフィルターの方も交換していきますんで、今回はね、ちょっと純正チックのやつをちょっとチョイスしてみました。はい、あとパッキンとね、今回この銅のね、ワッシャーの方もあるんで、結構ね、便利ですね。はい、それではね、早速作業の方、していきたいと思います。まずはね、いつものように、ドレーンバルブ、これね、開けまして、で古いオイルをね、排出していきます。ドレンボルトの方ですけども、これはヘキサゴン電池で開けるようになってますので、ミニの場合ね、結構トルクスを使うこと多いんですけど、ここだけはね、結構一般的なね工具で外せるので、その辺はね便利ですね。オイルですけどね、ちょっとね黒くねなってますけど、これねスラッジなのかモリブデンなのかちょっとね悩ましいところですけども、それ3000キロぐらいしかね走ってません。はい、オイルフィルターを外していきます。結構ね奥の方についているので、周りのねパイプとか外さないとオイルフィルター自身が、ね、こう抜けないんでね、こちらがちょっとねめんどくさいところですね。一度ねどれを外すか覚えてしまえば、それほどね悩むことなく作業を行えると思います。8ははい、ちょっとねエンジンぬくめすぎて外す時非常に熱かったんですけども、フィルターのね取り付け部こんな感じですね。はい、フィルター抜くときはね、このリザーブタンクが結構邪魔になるんで、これかなりねフリーにした方が外しやすいです。はい、こちらがですね新しい、オーリングですね。ちょっとね前回使用していたのと比べると太めですね。使用期間ねそれほど長くないんで、前のやつも劣化はしてないと思うんですけども、今回のやつはちょっとね太めのオーリングがついておりました。こっちの方がねなんかね見た目的にも安心感はありますよね。モリブデン入ってるからかもしれないけど、結構汚れとった。これで OK。 入った。
はい、それではですね、フィルターの方も取り付け完了いたしましたので、復旧の方をしていきます。あとリザーブタンクとですね、このエアフィルターのダクトですね、こちらを取り付けるだけですね。こっち古いやつ見える？これ新品。もうだいぶこう硬いと薄なってるっていうか。結構あれやな、濃い色やね。はい、オイル交換の方完了いたしました。ですね、入れた途端はですね、それほどエンジン音とかがこう静かになってるとか、そういう風な感覚は全然なかったんですけども、実際ですね、走行の方してみました。はい、ということでね、走行の方をしたわけなんですけども、まずね、エンジン音、こちらの方は前のと比べてやはりねちょっとね静かになったような気がします。で、前のオイル桜清掃さんの5W40 のね化学合成のオイル使ってたんですけども、あちらのオイルもね結構良かったんですけども、これが0W40 ということでワイドレンジをねオイルを使うことによってエンジンのですねこのなんていうのかな、こう滑らかさというんですかね、なんかそういう風なのがなんとなくこう感じ取れました。はい、続いてですね皆さん気になる燃費のお話なんですけども、前回使ってました桜製油所さんのオイルの方が、平均でだいたい 8.3 ですね、リッターあたり 8.3 キロ、これコンスタントに出ておりました。で今回入れましたねAZ さんのこうワイドレンジの 0W40 のこのオイルの方なんですけども、計測期間ねちょっと短いんで、大体のデータになるんですが、そうですね、平均燃費で8.7 から9の間ぐらいの燃費の方になっております。ということでだいたいですね、コンマ5ぐらいかな燃費が上がったような感じなんですけどもね、ちょっとねずっと走行を重ねていったら前の、オイルとそれほど大差ないかもしれませんね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。